こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今回は前回に引き続き盆栽作家小林邦夫先生の本邸春華園盆栽美術館慶賀亭の中よりお伝えします。日本建築の粋を集めた慶賀亭は盆栽水石を飾るために小林先生が設計して苦労の末に完成したものです。日本唯一のこの場所に飾られる盆栽、その中に繰り広げられる小林ワールド、これを今回は先生とのトークを交えてご紹介します。この慶賀亭の座敷、特に床の間作りは盆栽水石のために小林邦夫先生が作られたものです。3つの床の間が各部屋がつながってしつらえられていますが、意味が一つずつ違います。右手の床の間、これは正式書院、床柱も柾目の角柱、かちは塗りがちという一番位の高いもの、脇には付書院の窓まであります。真の位と言われるところから中央にある床の間は行の床の間、ご覧ください。柱は北山杉の天然絞りという床柱、床の間のかちは為塗りという黒よりもやや茶を帯びた一段下げたもの、脇の窓はありません。使いやすさを重点にしたすき家床と言われるものです。そして一番左にある床の間はもう一段構えが柔らかくなっています。床柱も革すきの丸太、かちも塗りを施していない綿革という杉のもの、一つ一つの床の間に込められた格調、そのような床の間が3つ続いて重なっている。これは小林邦夫先生がこの慶賀亭を盆栽水石飾りのために探求を求めて作られたものです。これも国内唯一のものと言えます。先生、はい、先週に引き続きで恐縮です。さて今日はこの慶賀亭の中で先生とのお話しようと思っていますが、まずはこの慶賀亭の中から見たこの春華園盆栽美術館のこの庭園、圧倒的な名木の数々ですが、先生こんな質問していいかどうかわからないんですが、これだけの名木群、これだけの設備、先生も確か75のお年になると思いますが、人生100年時代25年頑張っても、その後は私たちも天国へ行く時が来ます。盆栽たちはきっとそこから50年100年もっと長く生きるものだと思いますが、先生この小林ワールドをどのように将来したいという思いがございますか？自分とすれば自分の血縁が継がなくても盆栽が好きな方、盆栽の本質が分かる子が受け継いでくれればいいなと。私じゃなくたって自分の血筋じゃなくてもそういう子たちが盆栽を次の世代へ受け継いでくれる子がいれば、それで俺は全部これはあげちゃってもいいと思ってますから、やはり日本文化として盆栽を残してくれる。私個人としては一応アーティスト芸術家作家として私個人の小林邦夫は残るけど名前は、でも盆栽を日本文化として私は残してもらいたいっていう、それは私の夢なんです。そう思ってますけどね。なるほど。私たちから見ると、東京、日本の首都という東京23区、23区の中で、今世界の人が盆栽を見たい、日本の盆栽を見たいと言ったら、都心はもうここ以外ないんですね。そうですね。大宮に盆栽美術館ありますけども、特に東京で盆栽といったらこの春華園美術館しかないんです。私たちからすればこれを将来にわたって
どんな形か分かりません、ご苦労があるかもしれませんが、多くの人に伝える場所として残ってくれたらなって僕らもそうですね。願ってますけどね。やっぱり、天下取るために一番大事なのは地の利なんですよ。その次は人の輪です。地の利は人の輪にしかず。だから地の利とあとは人脈、人を育てることだと私は思ってます。ね、銀座から15分、東京駅から20分車で高速使えばね、非常に地の利いいところです。ですからうちの美術館には年間4万人以上人が入ります。でも残念なのは9割ですよ。8割じゃないですよ。9割が外国人です。ここへ入る5万人近く人が入って9割が外国人です。そうですね。これから日本の若い人たちにどういうふうに盆栽を伝えて残すかっていうのは、私たちプロの大切な課題かもしれませんね。そう思いますね。やっぱりこれはある意味で教会の役割かな。教会がもっと若い人にこう裾を広げる、そのことも必要だと思いますね。多分、外国の場合は、初めから盆栽がアートの一部だと思うんです。日本の場合は、どうしてもおじいちゃんたちの趣味っていうところの概念から消えないで、若い人たちが素直にアートと思って入りにくいのかもしれないね。だいぶ時代は変わってきましたけど、もっともっと私たち業界全体がそういう方向性を持たないといけないかもしれないですね。そうですね。だから文化っていうのは時代とともに変われる、変化できなければ置いていかれますよ。絶対時代とともに変える、それは大事なことだと思うな。長いお付き合いの中で、将軍と軍師と言われる仲でしたが、人のことを人たらしとよく私のことを例える方なんですが、私から言えば盆栽界、世界を股にかけた人たらしはこちらかもしれません。さて、それでは冗談はさておき、ここから慶賀亭の中の飾りをご紹介させていただきます。この慶賀亭は、多分日本で唯一の建築だと思いますが、床の間が3つ、3間が続いている、それが全部飾って見られるように、当然奥に別の広間、茶室、さまざまな部屋、いくつの床の間があるんですか？15あります。床の間全部で15個。大変な建坪、そして私も建築はプロではありませんが、二度とできないだろうという材料と匠の技、普通の人間でしたら一生かける資材を投じたと思うんですが、先生はなぜこれだけのものをご自宅にお作りになったんですか？好きだからでしょうね。ただもうそれしかないんじゃない？盆栽が好きでね、やはり私は木村先生を自分の一つのライバルの意識として見てたんです。木村先生をライバルとして技術ではとてもかなわないと。でもトータルで俺は勝とうと思ったんです。それでそのトータルっていうことを考えた時にその経度まで入っちゃったわけだな。こういう飾って見せる。そうですね、まさに飾るって今おっしゃいましたけど、素晴らしい心拍だなと思いますが、私も何度かこの木を庭でも拝見していて、もう捻転する姿、単純化された枝、一番心拍で大事な幹の生きる死ぬというのを見せながら命をたたえてる、名木中の名木だと思いますが、やっぱりこれ先生のとこ来た時は全然こんな姿じゃん、こういう動きはなかったですね。私はやっぱり盆栽っていうのは動きだと思うんですよ。やっぱり線の動き、やっぱりそれが一番大事かな。空間と線をどう生かすか、それが私美だと思うんだよね。よくね、盆栽はどれがいい悪いというのは難しい言葉ですが、ジャンルがあると思うんですが、培養的に作るとどうしてもきれいに三角形に作った日本は多いと海外で言われますが、先生の作品を見ると、その同じ三角になっているものの中でも枝を抜いたり間を取ったりというのが庭に見えるような気がするんですね。そうですね。私は躍動的な、こう激しいのが好きなんですよね。動きがある。そうかといって動いてるからといって不安定じゃダメなんですよ。不安定の中の安定感、不安定であるけどもちゃんと鉢で安定を取るとか受け枝で安定を取るとか、そういうのが好きですね。なるほど。その鉢とのバランスによって木の躍動感を見せながら
安定はさせる抑えるってことね。はい。とても大事な言葉かもしれません。はい。まあ日常も数多くの来館の方がこの中へ入ってご覧になって、毎日飾り付けをして毎日外へ出している姿をご覧見てましたが、でもやっぱりそれもお弟子さんたちの修練と勉強になるんでしょうかね。勉強になりますね。今外国の子が非常にこう経度を学ぼうとしている気持ちがあるから、自分たちから率先して掛け軸合わせだの草合わせを一生懸命彼らがやってます。はい。先に経度のお話が出ましたが、昨年の暮れ、そして今年の春の肥料、片山一雄先生が創設された経度を2世から譲り受けて3世となったとなっていますが、その3世家元と盆栽作家、そして慶賀亭主人、もちろん水石会盆栽会の重鎮としてのさまざまな姿をお持ちですが、経堂のお家元となられて、ここからどのような活動を、家元ってこれは私にとって非常に重荷なんだけど、やっぱり家元って言われるとちょっと何かね重圧感を感じますよね、非常に。だから私はやっぱりかなり異端児ですから、一風っていう名前がぴったり合ってると思うしね。でやはり少しでも片山先生に近づきたいとは思っています。まだとても足元にも及ばない。だから生徒と勉強しながら共に学んでいこうっていう考えでいます。だから私が家元っていうんじゃなくて、共に勉強する仲間を集めようかなと思ってますけどね。はい。私も若い頃から経堂に携わったのですので、皇帝、つまり片山先生の初期のお弟子さん、もうご高齢ですが、何人かにお話をしましたら、こんなことをおっしゃってました。小林さんは小林さんという人の人生があると、小林さんという人によって家元をお作りになるといいと、人間によって盆栽やその作り方が変わるように、春華園盆栽美術館を作って世界に馳せた小林邦夫という人がどのような経堂の家元を作ってくれるか、かえってそれの方のが期待があるよと、こんな言葉を言ってくれた方がいます。またそれはやっぱり2世にも言われましたね。やっぱり2世もあんたの経堂を作ってくれと。で私はどっちかというととてもフレンドリーな男だから、自分なりのみんながこう分かりやすいようなそういう経堂を広めていきたい。そして盆栽を慈しみ、盆栽だけでなくやはり水石も一緒に、それでそれをめでることによって己を高められる、そういう喜びを知ってもらいたい、そういう方向へ持っていきたいと思ってます。さて皆さん、今のお話を聞いていても経堂3世となられた小林先生、ここからの活躍も楽しみな一つです。来年の経堂を中心とした展示会もここで行われますから、先生その時もぜひ取材をよろしくお願いします。はい、どうぞ。それではもう一つ奥の部屋へご案内します。さて真行宗の本間、ここの盆栽飾りの中で小林先生のお話を聞いた後、もう一つ奥のこの広間茶室、ここでどうでしょう皆様、見事な水石飾りがなされています。水盤に見事な山岳の谷合を持つ石、そこにまだ暑い中ふわっと涼しさを呼ぶ不爆の図、見事な滝の図ですね。先生長く水石協会の理事長を10年間にわたってお世話になって、ご優待に運びにもうみんなで先生のことに拝み倒して、今度業界の立て直しで業界の理事長を頼むと言ってお引き受けいただきましてありがとうございました。さてその中で盆栽作家小林邦夫、慶賀亭主人小林邦夫、その方が見る水石というものは何なのか、もちろん先生は天地人の著作の中で水石の美も語られていますが、ここからの水石の世界への可能性、それと日本の方にこれから伝えたい水石、また
慶道の家元としての水石、何かお言葉がありますでしょうか。そうですね、私はこの水石盆栽文化を世界遺産にいずれしたいなっていう夢もあります。盆栽は水をかけないと枯れちゃいますけど、石は旅行にも行けるし、しまいっぱなしでも大丈夫だし、そういう意味で非常に石の特典がありますよね。確かに盆栽はオーストラリアの世界大会なんかも、最終的にリモートの大会になりましたが、輸出できない、運べないということ、植物検疫もあるし、生き物でしょ。生き物だからどうしても枯れるってことがあるからね。輸送のねちょっと難しさがある。ところが石は今割とアジア、この間フィリピン行ったばかりなんだけど、フィリピンでもものすごい石が流行ってます。とにかく石の文化をもっと広めていったら面白いなと思うんです。東京都美術館の日本の水石展も10回やるたびに増えて、30名ぐらいの海外の方が、外国の人が増えてますよね。やっぱりそれはもう昔から片山先生のところにいる時から知っていたんだけど、盆栽と石っていうのはやはり車の両輪ですからね。その石をめでる、特に夏なんかはこの涼を呼ぶためには盆栽を飾るより石を飾った方が非常に涼しさを感じる。そういう意味では素晴らしい私は文化だと思うんですよね。私も水石関わって長い50年近いですが、昨今残念なのが、私たちの後輩の40代50代のプロが水石をあまり知らない、これなぜかというと、その親方たちがあまり水石をやっていない。そうだね。だからやっぱり行たるもの、盆栽を持つような人間が夏に水を打ち、水盤を使ってそこを飾ることで盆栽を楽しむお客様が夏飾りで水石を楽しむ、こんなことをもう一度、そうだね、勉強し直してほしいよね。そのために理事長職として今度業界全体を牽引する役を皆さん期待してください。水石を買うなら今ですよ。小林先生が今度理事長を市場形成でなりましたから、どのようなことが起きるか、株でいうと今がおしがいの時です。皆さん小林先生奇才の盆栽作家と言われて久しいですが、お人という面ではある意味悪食、ある意味全てを飲み込む、ご自分のそばにあるものでご自分が関心があるもの、興味のあるものは全て食らい尽くすというお気持ちを持っています。人は接してみれば分かると言いますが、私はここからの小林邦夫先生の慶道家元、そして業界の理事長を含めた活動は面白いことが起きるんじゃないかと期待しています。先生、今日は本当に長い間ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。小林邦夫ワールド全開の巻でした。いかがでしょうか。春華園さん、独特な個性、エネルギッシュな作風、すべての点でいつも注目されていますが、本人の言葉、そこには嘘のない小林先生のまっすぐな正直な生き方がちゃんと聞こえたようにします。こんなチャンネル面白かった、これはいい、そう思いの方、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回もご視聴本当にありがとうございました。